なんかすごいね。こんな白くなったっけ、頭。来たような。この量すごいね。赤城ちゃんと寒いのかな。どうなんだろう。あ、でもなんか冷えてそうで。こんなやつ。の出口。意外と赤城で降りたことないかもしれない。ね。今日はあれを買うんだよ。売ってるかな。もつ煮ね。もつ煮。長い仕事で。これ久々に食べるな、もつ。売ってたらだけど。すごい暗いね。街灯がないから。ね、ほら。こっちってこういう感じなのかな、常に。すごい霧がすごい。今日は天気あんま良くないからね。でもこの道通ったことないよ。波に出てるここの通りはまあよく通る通り。これだとここ峠まですごいね。通るの？峠の途中だと思う。途中から合流する感じだ。多分ね。すごい。ひたすらに暗い。まあでもちょっと街灯あるけど。ちょっとだけ。反対側すげえ車いる。ね、逆に向かう人ほとんどいない。暗いね。なんか長い速度を通過しないようにしよファミリーマートの先だね。う。そろそろじゃない？そろそろ右側にファミマが見えてる。本当通過しないように気をつけないと暗くて分かんない。これ。ここ。問題は自販機があるの。自販機でもあるの？ちょっと買ってきて。周りはついてる。よかったね、ゲットできて。うん。道の駅、匠の里がいつも行くとこでしょ。みなかみなんちゃら。あ、これだ。40分。意外と遠いね。遠いね。いつもと。投稿してください。5キロ以上道なりです。到着ください。暗くない？う今沼田通ってんじゃん。ん。ちょうど2日前にさ、スーパーにさ、熊出たの。でそれがさ、もうそろそろしたら熊が出たスーパーらしい。なんだっけ、フレッセ。フレッセ沼田何店って読むの？熊だよ。割とだからこの辺でしょ。この辺だと思う。でもこの辺ってさ、意外と住宅街あるし店舗とか多いよね。でね、なんかさっきのさ道だったらさ街灯がなかったぞ。
あの辺だったらまあわかるけど。店内にクマが入ってきたからね、スーパーの。あれじゃない？それなりに明るいし、それなりに店舗いっぱいあるよね。しかも石普通に柱だ歩道とかあるし。これだ、これ。だとこれ結構でかくない？モールだよ。すごい。モールっていうか、ほら。入ってきたらしい。噂だ。マジ？あ、でもこっち側はちょっとあれなのか。川があって、でもだよね。うん。意外と都会だったね。意外とだからこれからほら水上行くけどさ、みなかみのもっと田舎だから。そうちょっとクマ怖いよね。もう夜は子守だよ。これこそなんか雲のです。もう怖い。外出れないかもしれない。こんなとこ歩けないね、絶対に。わあ、なんかすごいんですけど大丈夫ですかこれ。これ意外とあれだね。ストリートなんでしょね。クマがいても確かにおかしくはないよね。こんな道通されるんだって感じ。でもよく見たら隣高速だからさ、多分高速から行くっていう手もあったんだろう。高速でよかったじゃん。帰り多分高速なんだろう。え？右って書いてあったかな、看板。暗すぎてわかんない。あ、でも意外と車いる。よし、じゃあこれね、今回新作らしい。形がすごいよね。上にシュッとしてるね。うん。なんか新しいエコフローのデルタ3000エア10ワットアワークラス。これで？うん。正確には960ワットああ。の大容量で約10キロ。これね、10キロ未満なんだよね。この重さが。っていうね、小型軽量ボディらしい。実際もちょっと持ってみる。あ、なるほど。こういう感じ。うん。なんていうのかな。軽いは軽いんだけど、軽いって思って持つと重いよ。まあ、ずっしり感はあるよね。あるある。これ iPhone16 Pro と比較するとこんだけしかないからね、サイズが。コンパクトだよね。そう、これで収まっちゃってるからね。これは大きいと思う。だからこれがなんかね、新作で今回出るみたいな。まあ、あとはね、今までと一緒で X ブーストとかの機能もあるから、一応 500W のインバーターなんだけど、うん。最高出力が800で使える X ブーストの機能ももちろんついてますと。エコフローってさ、オルターネーターチャージャーっていうさ、走行充電器出してるんだけど、それももちろん対応してると。だから車で走行充電を普通にさせることもできるし、AC での充電も可能と。まあ、あとは防振設計、そして防湿、防煙。潮に対しても強いらしい。じゃあ、海そうだね。とかでも、うん。いや、多分ね、アウトドアに特化したんじゃないかな、結構。そうだね。なんか、見た目もシンプルだよね。そう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 。すごいだから今回ね、これ見て思ったのが、今までってどうしてもさ、このさ、ボタンがいっぱいボタンとかさ、機能がいっぱいあったのよ、ここら辺とかにさ。そうだね。だから今回これがさ、すごいシンプルで、シンプルだね。実際電源を入れると、もう、こんな感じで、でさ、もうこれさ、機能が USB-C、USB-A、でそれから AC。もうね、各1個ずつしかないから。これがね、今までと多分違うとこなんだよね。あ、で、あれだね。なんか AC は電源オンオフあるけど、こっち DC 系に関してはもうそのまま直なんだね。ボタンがないんだね。そう、これね、ボタンがある理由はね、これインバーターを起動するから、多分そういう理由なんだよね。これは今までできなかった、この大きさで 960Wh の大容量計で、これができると何が違うかっていうと、一番でかいのがやっぱ防災面だよね。何かあった時に使いたいねっていうのがさ、結局さ、容量ちっちゃかったらすぐね、使えなくなっちゃうじゃん。これの場合は挿すところは1個ずつしかないけど、その代わり容量は960あるから、この手のね、いわゆる 500W クラスの倍はあるわけだから、だからそこはね、今回やっぱ大きい利点なのかなと思う。シンプルね、電源も長押しで切れるし。で、これね、そのまんま一回、ちょっと Wi-Fi 入れたいから、Wi-Fi 入れたい場合はこれをね、長押ししてるらしいんだね。
そうすると一回消えて立ち上がって、これでもリセットされたから、この状態でデバイスをリセットするとあれが使えるようになるんだよね。アプリ。アプリね。そうで、今回ねこれちょっとアプリに関してはこれねまだね撮影している今日はですね登場してないものだから普通のアプリだと使えないんだって。あ、そうなんだ。そうで、今日エコフローからテスト用アプリっていうのをもらってるから、どうやらそれで使えると。でその画面がそのまんま本ちゃんのエコフローのアプリでも一応使えるようになると。実際のね画面になります。AC とか押すとなんだかこんな感じでオートで起動もできる。これも消すこともできる。で多分使用するとここにね入力いくらとか、充電すると入力の方に何ワットで、出力使うと今何ワット使ってますよみたいな感じで表示されると。この辺の画面はすごくねエコフローのアプリは見やすい。あとはいろいろとね充電速度とかも変えれるけど、これは人によりけりだからねカスタマイズしてもらって。そうだね。そうとりあえずね今日ね使うのはこのエコフローのデルタ3 1000エアーっていう。どれぐらい使えるのかだね。もうお腹ペコペコ。じゃあこれ使いましょう。今日はお米はお家で測ってたからちょっとすすいで入れるだけ。とりあえず1個でいいよね。もつの香りがする。どっから開けたらこういう。まだ開けとく？ちょっと。もつって結構独特な匂いするよね。涼しい。
ました。カルパッチョと、あとこれ地中海産本丸ね。900円だと。値札のとこ書いてある。今日全部でそんなしなかったよな。今日安い。これちょっと開けてかき混ぜようか。うん、かき混ぜれるよ。あ、オープン。ご飯。オープン。あっちから気をつけてよ。うん、もう習ったから大丈夫なはずよ。うーちゃん足りなかったらパパあげて。うん。パパすごいこんもり入ってるから。でもすごいね。意外と 89% 残ってる。容量はすごいね。このサイズだとね、割と炊飯器炊くと減るイメージだったけど、やっぱ 960Wh の容量があれば 89% も残ってるからまだまだ全然使える。ね。麦は大量。じゃあママのやつからいきましょうね。ママ大体これぐらいでいいよ。うん。一杯で本当にいいんだ。はい、どうも。これで終わりだそうです。で、私はまあまあは入れるんで。そう。ご飯。おかわり。ちょっと後ろに。パパうん。どれぐらい入れる？ゆいちゃんと同じぐらい。同じぐらいか。じゃあこれ邪魔だからこっちに置いておきましょう。入れちゃうよ、じゃあ。最近あれだね、そこまでお酒今飲んでない。じゃあ乾杯しましょうか。ゆいちゃん先生お願いいたします。醤油気をつけて。乾杯。乾杯。今日はもつ煮が食べたい一心だったね。うん。メインの次だから。あれじゃない？来たようなもんじゃない。すごいな。うまっ。2個買ったからちゃっかりちゃんとお土産分も買ってるよ。ご飯に合うよね。これでも本当温めるだけだからいいよね。うん。で、スープでたくさん入れたら、スプーン一杯で、おかずは給食で面白い子がいる。オムレツの肝心な部分爆笑しすぎて何言ってるかわかんない。これ意外とお腹いっぱいだよ。うん。一袋で十分だね。十分。今日あれは吸っちゃったから。さてこっちから準備するかじゃあこっちから。
本当だ、足湯が。入ってるの？本当だ。でも5時までだ。ね。ここでもさ、目の前川なんだよね。あ、うーちゃんなんかこれ綺麗だよ。あそこで写真撮影しない？こっちの方？いいよ。うーちゃんこの上立って。これ？うん、踊りましょう。もう真っ暗だし寒い。水たまり気をつけてね。プロジェクトやる？うん。じゃあやりましょう。じゃあ準備するよ。まず電源。これか？ほんで今回は三脚にプロジェクターを固定したからまだ使いやすいね。これ角度決められるんだもんね、このプロジェクター。まあいいか。ざっくりこんな感じにしておいて。で、よし。ついた。あ、ちょっと高い。高い。どう？こんなもん？うん、いいんじゃない？ちょうどいいじゃない？意外と音出んだよね。そうそう。ボンちゃんピカピカ。結構ごついですね。で、今度はロープが違うので、今もだけど。できたんですよ。そっちにテレビ置いてこうやってさ、こうしてさ、そこでゲームやるの？こうやってテラスなんてやつ？で、かわいいそのやつピなんですか？チャンネル登録、高評価よろしくお願いしまこれね、うーちゃんがす。突次然やったやつ。回お会いしましょう。バイバそうだよ。言ってないの？はい。これうーちゃんが突然言い出したんです。なんで？ーイ。すごいじゃん。うーちゃんすごいじゃん。うーちゃんすごいじゃん。あとはシャークの音。うーちゃんありがとう。とりあえずそろそろ寝るけど、バッテリーの残量は 62%。 結構残ってるね。まだやっぱね 960Wh あるからね。プロジェクター結構長いこと使ってたけど2時間ぐらい使ってたかな。全然余裕だね。明日も使えるな。よし、じゃあ今日はもうプロジェクターが片付けて寝ます。おみちゃんは半分寝てる。歯磨きするよ。よいしょ。じゃあおやすみ。明日雨降るかな。雨降るの？降らないよね。大丈夫でしょ。おはようございます。おはようございます。うーちゃん起きてる？うーちゃんはいつもの秘密基地。だから意外と朝とあれだよね。気温が上がってきてる。夜はすごい寒かった。ブル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 。で、朝この時間ぐらいはね、もうだいぶさっきトイレに行ってきたけど暑かったよ。今日暑いのかな？今日は暑いと思う。そういうこと。でこれね、卵。穴をね、専用のね、これなんかあるからね、これにね、こういった穴、針みたいなやつそう、卵に貼る穴で、でセットする。今日は3つね。意外とでも簡単に剥けてるから、それ効果あるんだと思って。これ中に入れると。いい？蓋をするよ。62%だね。で、あ、インバーター入ってる。あ、これでも400ワットぐらい使ってる。そうなの？意外と
意外とこれ消費電力高いね。そんな使うんだ。でこれをサンドイッチにするからパンを少しだけちょい焼き。なんか白いの出てきて急に白身か卵からじゃああとどんぐらいかかるんだろ2枚ずつしかやってないこれ手動なのピッピになるだけ。う。ちょっとベトベト。なんかすごいね。こんな白くなったっけ頭。あ、ママこれさ穴開けた方上にしたでしょ。下だっけ？下だよ。あ、上にしちゃったわ下なんだっけ？下。あ、じゃあこれ失敗しちゃったかな。でも大丈夫でしょ。え、下だったっけ？下で下にだから抜けてくんでしょ。そっか。食べれば一緒でしょ。なんかママも言ってたよね、うんパパに。それ下だよっつって。でこれを移動して移動するときにね片手でいける。で人間を入れる。そしてはいよ。どうしようかな。中にするか。ちょっとだけやっちなみにワット数はでも500ワットぐらいだね。中だったら弱いんだよ。うん。でもすごいね、あんだけ400ワットでずっと使ってたのにまだ45番回ってる。あれ15分10分ぐらい使ってた。結構使ってたよね。あれだ、確認しながらやんないとすぐ焦げちゃう。思ったより熱い。このさ、卵穴開けるっていうのがポイントなんだね。いい感じじゃね。うーちゃんはこれを潰すという係をしてもらえばいいじゃん。よし、うーちゃん卵潰す係。あ、やってしまった。やってしまった。やってしまった。卵剥くのに集中しすぎてやっちゃったね。やってしまった。でこれ潰していいの？まあいいんじゃない。バイバイチンバイバイチン破壊します。飛ばないように。そう破壊します。これさ何個かに限らない。あ、パパ大変。これ細かくしてこれツルツルでさ大変かな。粉々にしてくれたら粉々にしてくれればいいんだね。パン。割とコークに使ったと思うけど39パンも上がった。両面使ってもよかったのかもね。うん、割と平気だったかな。やっぱ容量があるとこの辺が違うね。まあ確かにあれか、いつもみたいに500ワットとか600ワットアワーぐらいの容量だったらもうなくなってるのか、そう考えると。頭を使ったっても自分の手がマヨネーズまみれになるやつ。いるんだよ、意外と。中に入れてないけどパンだけ切って絶対パン入れたらやばい。いいか、足りなかったらはい。オッケー、今日の朝ごはん。よし、食べましょう。いただきましょう。いただきましょう。パパがゆで卵生活を送りたいって言ってさ、ゆで卵の機械買ったのにさ、2回ぐらいしか使ってないよパパ。今日2回目で。驚きの顔だよ。まだこれだけ残ってるよ。でそれ誰か1個食べて。はい。おい卵。チャーシューだよ。
なんかドイツのさチーズケーキ屋さん寄れたら、多分前通ると思う。昨日来た道順で。そう昨日の道だった時に通ったとこだか昨日夜寒かったもん。今エアコン入れてるもん。らね。寒暖差が同じこと言った。この辺ここのなんかダムカレーが美味しいらしい。これより先そうなんかねちょっと行ってみたい。次来た時に行きたいな。だけねここだ。これ？うんこれなんかどっちも止めたっけ？ここでいいんだよ。なんかすごいとこにあるね。買って帰ろう。買ってきます。いい感じだった。チーズケーキタルト。この下にもなんかカステラなんちゃう？そういうこと？だからそこに止めて下にも行ってるってこと？なるほどね。確かになんかカステラのラスクみたいなのってなかった？ちょっとこの辺まだまだ。開拓とこれだ。下に上下にね。またもつ食べたくなったらこの辺ちょっと行って開拓してもいいね。この辺だったらそんな遠くもないしね。今度だからこの辺遊びに行こうか。あんまり来たことない方のうちらが行ったみなかみ多分手前なんだろうね。手前のみなかみでこっちが真ん中ら辺のみなかみだから、クマには遭遇しなくてよかったね。熊の通りだからね。だから今日はねなんかすごいのんびり車中泊で全然いい施設で終わった。ほぼ車から出ないっていうね。なんかねキャンピングカーの旅とかさいろいろ行くとさこういうさ普通の楽しみ方を忘れちゃう。忘れちゃうね。いやだからなんか今回もこうプラッとさみなかみの方来てさ行ったことのないみなかみ行ったけどさなんかまた来ようって思える場所がちらほらこう見受けられたからそれも楽しみだったな。そうそうで今回ね紹介したエコフローデルタ3 1000エアについて概要欄にねリンク貼ってありますのでぜひねチェックしてみてください。よしじゃあとりあえず帰りましょうね。帰りますか。近かった。右方向です。あれ昨日もこの辺通過しただけ？そうでも昨日は下道とか確認しました。よろしくお願いします。グッドボタン押したら、じゃあまたね、バイバイ。